今日はお手元の現代卓球における異質ラバーとラケット構造の包括的研究報告書についてじっくりお話を伺いたいと思います。このレポート、副題がメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実となっていて、のっけから刺激的ですよね。最近の卓球界ってとにかく裏ソフトのドライブ主戦型が中心じゃないですか。その中でこのレポートはあえて異質にスポットを当てているのが面白いなって。そうだね。この報告書は単なる個人の感想ではなく、物理的な数値や歴史的背景から異質を再定義しているのが最大の特徴だ。まずは序論にある通り、卓球の歴史を振り返ると、1950年代のスポンジ登場から始まり、1980年代のハイテンション技術、そして2010年代のプラスチックボール以降という大きな転換点を経てきた。バタフライの2025年用具レポートでも言及されているけど、今は高速高回転の裏ソフト全盛期だ。確かにどこを見てもディグニクスやテナジーばかりですよね。でもその対極にあるのがアンチや粒高といった異質ラバーなんですよね。その通り、これらは単に守るための道具じゃないんだ。報告書によれば、物理的な構造を利用して回転を変換し、相手の予測を裏切ることで時間と回転の支配権を奪うための高度な戦略ツールなんだよ。アンチは表面の低摩擦で回転を無視し、粒高は粒の座屈で回転を反転させる。この物理的な違いを理解することが2025年以降の勝利への鍵になるというわけだ。まずはこの総括的な視点を持ってこれからの議論を進めていこう。引き続き全体の総括ですが、レポートの後半で触れられている相性の真実についてもエグゼクティブサマリーとして触れておきたいです。特に私たちが今まで信じてきた常識が覆されるような内容が含まれていますよね。そこがこの報告書の最も論争を呼ぶ部分かもしれないね。よく指導現場では、粒高には玉持ちの良い柔らかい5枚合板を合わせなさいと言われるだろう。でも報告書はこれを物理的なスピン反転量を自ら減らしている行為だと一刀両断しているんだ。良かれと思って選んでいた組み合わせが実は異質ラバーのいやらしさを殺していた可能性があるということですか？それはショックを受ける人も多そうです。ショックかもしれないが、これが物理の現実なんだ。2025年の最新トレンド、例えばフォア面にジェネクション V2C やディグニックス 09C のような強力なラバーを貼りつつ、バック面で極端な変化を作るスタイルでは、ラケットの剛性と質量をどう活用するかが生存戦略になる。守るだけじゃなく、能動的に仕掛ける摩擦レスアンチのような新世代用具の登場についても詳しく分析されているよ。守備用具という古いレッテルを剥がして最新の科学で武装する、そんなワクワクするような結論になっていますね。そう。報告書の結論では、用具のアスペクト比や配列、ラケットの完成モーメントを戦略的に組み合わせることで、従来の異質型の限界を突破できると結論付けている。これから各論に入っていくけど、この物理的必然性という視点を常に頭の片隅に置いて聞いてほしいな。ここからは具体的な章の内容に入っていきましょう。まずは粒高ラバーの心臓部、アスペクト比についてです。これカタログなんかでもよく見かけますけど、実際にはどういう意味があるんですか？粒高の性能を語る上で最も避けて通れない数値だね。報告書の第2章によれば、 ITTF の規則内で粒の高さ H と直径 D の比率、これがアスペクト比だ。簡単に言えば粒の細長さのことだよ。報告書の構造指標の表を見ると、この数値が高いほど、つまり粒が細長いほど座屈、いわゆる粒倒れが起きやすいとありますね。卓球専門ストア10オールの特集でも詳しく解説されているけど、粒が大きく倒れて復元する際に強烈なスピン反転や不規則な変化が生まれるんだ。相手のドライブが強ければ強いほど細長い粒は大きくひしゃげ、それが戻る瞬間に予期せぬ弾道を生む。なるほど。変化を求めるなら数値ギリギリの細長い粒を選べばいいんですね。逆にアスペクト比が低い、太くて短い粒だとどうなるんですか？粒に剛性が出るから相手のボールに押されにくくなる。結果としてミート打ちや攻撃が安定するんだよ。自分のプレーが前陣でのブロックの変化に命をかけるのか、それとも攻撃も取り入れた安定感を重視するのか、この比率を見極めることが出典11にあるようなミリ単位のコントロールを実現する第一歩なんだ。単に変化が出るという言葉に惑わされず、この数値をチェックする習慣をつけたいね。次は粒の形に注目してみましょう。レポートでは円柱型と台形型の比較が詳しく載っています。パッと見はどれも同じに見えますけど、そんなに違いが出るものですか？顕著に出るよ。
これは粒の根元の形状の話だ。円柱型は接地面積が一定だから、粒の倒れ方が非常に素直で、オートマチックな変化を生みやすい。初心者から上級者まで、いわゆる使いやすさを感じるのはこのタイプだね。一方で、根元が太くなっている台形型や、その中間的な円柱プラス台形型は、安定感が売りだと書いてあります。そうだね。強打を受けた時に粒が倒れすぎないように根元で支える力があるんだ。報告書の物理分析によれば、この形状の違いが打球時の衝撃吸収率に直結している。相手の強烈なドライブをネット材に短く止めるブロックには、ただ柔らかいだけでなく、この形状による適切な復元力が必要なんだよ。なるほど。形状一つとっても攻撃用か守備用かという設計思想が隠されているんですね。出典11のデータを見ると、最新の粒高はトップシートのゴム配合だけでなく、この 0.1 ミリ単位の形状設計で、攻撃と守備の絶妙なバランスをデザインしていることがわかる。例えばビクタスのカールシリーズなんかは、この形状の際でシリーズを細分化している恒例だね。自分のタッチが球離れを好むのか、ホールド感を好むのか、形状から選ぶのも一つの正解だ。次は粒の並び方について深掘りしましょう。縦目と横目。普段は裏ソフトを貼っているとあまり意識しない部分ですが、異質ラバーの世界では常識なんですよね。実はこれが戦術に劇的な差をもたらすんだ。伝統的なのは横目。シートを横に使った時に粒が斜めに倒れやすい配列で、カットマンがボールを切ったり、つっつきで自ら変化をつけたりしやすいのが特徴だ。自ら操る楽しさ、コントロールする感触があるのが横目なんですね。では、最近の主流になりつつあるという縦目はどうなんですか？報告書の出典7によると、縦目は現代の超ドライブ全盛期に対する一つの物理的回答と言える。縦に並んだ粒は上回転のボールに対して一定の秩序を持って倒れるため、弾道が浮きにくいんだよ。ドライブをブロックした時にボールがふわっと浮いてチャンスボールになってしまう。あれを防いでくれるんですね。その通り。低い軌道で安定して、しかもカウンター気味に速い球を返球できるのが縦根の強みだ。前陣で相手を振り回す、より攻撃的な異質型を目指すなら、この縦目の物理的優位性は無視できない要素になる。自分が変化を自ら作るタイプか、それとも相手の威力を利用して封じ込めるタイプか、この配列の選択がそのままプレースタイルを定義することになるんだよ。次は粒高における最大の悩みどころ、スポンジの有無についてです。スポンジがない OX、いわゆる一枚ラバーを愛用する人は多いですが、やっぱり難しいイメージがあります。OX はスポンジという干渉材が一切ない分、ラケットの木材特性がダイレクトにボールに伝わる。変化幅を最大化し、極限まで短く止める前陣ブロック型にはこれ以上ない武器になるけど、その分自分のスイングの微細なブレもそのまま反映されてしまう。負の自分から攻撃したり、少し離れたところから飛ばしたりするのはスポンジがないとかなり厳しそうですが、そう。だからカットマンやバックからも積極的に攻撃を取り入れたい選手はスポンジありが必須になるんだ。報告書ではスポンジの物理的介在が飛距離の調整と技術的な難易度のバランスを取る調整弁だと分析されているよ。スポンジが厚くなるほどコントロールは良くなるけど、粒高特有のイラらしさが減ってしまうというジレンマですね。まさにトレードオフだね。スポンジの弾力が粒の動きをマイルドにしてしまうんだ。自分のスイングスピードとラケットとの総重量、それと何よりどの距離で戦うかという戦略、これらを総合的に判断してスポンジ圧を選ぶ必要がある。これが報告書が説く用具と人間のメカニカルインタラクションの核心なんだよ。次はアンチラバーの話題に移りましょう。見た目は普通の裏ソフトラバーみたいなのに、触ってみるとツルツルにしていて全然回転がかからない。初めて回線する人はパニックになりますよね。あの不思議な感覚の正体は低摩擦トップシートのナノ構造にあるんだ。通常の裏ソフトがゴムの摩擦で回転をつかむのに対して、アンチは極限まで表面摩擦を減らしてボールを滑らせることに特化している。回転を無視するんじゃなくて滑らせてそのまま返すということですね。そう。特に最近主流の摩擦レスアンチはラリーズの記事でも特集されていたけど、相手の強烈なドライブの回転をそのままの強度で維持して返す能力が凄まじいんだ。粒高以上のスピン反転を生むことがあったと書いてあって驚きました。粒高は粒が倒れる摩擦がありますけど、アンチはそれすらないから。理論上、表面の摩擦係数をゼロに近づければ、
相手の回転エネルギーは 100% 運動エネルギーとして保存される。まさに表面工学の結晶だね。でもこの特性を理解せずにただの飛ばないラバーだと思って使うと、アンチの本当の恐ろしさは引き出せない。ボールを擦る概念を完全に捨てて、物理的な反射を利用する感覚が求められるんだ。アンチのスポンジについても詳しく教えてください。実際に触ってみると、普通のラバーのスポンジとは明らかに感触が違いますよね。なんだかふかふかしていたり、逆にカチカチだったり。いいところに気づいたね。アンチのスポンジは主に非常に柔らかいエネルギー吸収型か、あるいは特殊な低反発硬質スポンジが使われる。前者は文字通り、どんな強打でもネット材にピタッと止める魔法のようなブロックを実現するためのものだ。報告書にある衝撃吸収構造の分析によれば、スポンジ内部で衝撃エネルギーを熱に変換して殺すことで飛距離を劇的に抑えているとあります。そう、一方で最近の摩擦レスアンチでは、あえて固めのスポンジを合わせるパターンが増えているんだ。これはトップシート表面での滑りを助けるためなんだよ。スポンジが柔らかすぎるとボール座食い込んでしまい、かえって摩擦が生じてしまうからね。あえて食い込ませずにシート表面でボールをスリップさせる。そのために土台を固くするわけですね。その通り、この設計思想の違いを知っていることで、用具選びの成功率が大きく変わる。自分が短く止めることを優先するのか、それとも反転量を最大化することを優先するのか、スポンジのコード選択はそのままアンチ使いの生命線になるんだ。ここからはいよいよレポートの核心、メーカーやベテランが教えてくれない真実のコーナーです。まずは衝撃の事実、ラケットの硬さについて。これは従来の指導法への強烈なアンチテーゼだ。多くの指導者は粒高には柔らかい5枚合板という。確かにその方がコントロールはしやすいんだよ。しかし物理的にスピン反転効率を計算すると、実は硬いラケットの方が圧倒的に有利なんだ。どうしてですか？柔らかい方がボールをしっかり掴んで、粒もたくさん倒れそうなイメージがありますが。そこが落とし穴なんだ。ラケットが柔らかくてしなると、その振動や食い込みの過程で回転エネルギーが摩擦熱として浪費されてしまう。ボールを掴むということは、回転の力を減衰させてしまうことでもあるんだよ。じゃあ、硬いラケットでパチンと弾いた方が、ボールがシート表面を滑りやすくなるってことですか？その通り。アウターカーボンや硬質木材のような球離れの速いラケットは、ボールを瞬時に離すことで相手の回転をそのままの強度でスリップさせる助けになる。報告書の数値によれば、硬質カーボンラケットと柔らかい5枚合板では反転量に 30% 以上の差が出ることさえある。変化幅を求めるなら、ラケットは硬さで選ぶのが物理的な正解なんだよ。続いての真実は、ラケットの重さについてです。ニッタックのゴーリックシリーズのように 100g を超えるような超重量ラケットが、なぜ今異質型に選ばれているのでしょうか。普通、重いと振りにくくて敬遠されますよね。軽いラケットは確かに振り抜きやすい。でも物理的に見れば、軽い物体は外部からの衝撃に対して動きやすい、つまり負けやすいんだ。相手の強力なドライブを受けた時にラケット面がブレる。それが異質ラバー特有の不安定さを生む最大の原因なんだよ。重いラケットはそれ自体が動かない壁になるということですか？物理学でいう慣性モーメントの最大化だね。重いラケットは衝撃に対して動きにくいから、当てるだけのブロックでも打球が極めて安定する。しかもラケットが負けない分、相手の威力に自分のラケットの重さを乗せて返すことができるから、驚くほど重いナックルが出るんだ。なるほど。重いラケットは扱いにくいという先入観をしてて、物理的な安定を質量で買うという戦略ですね。その通り。特にパワー全盛の現代卓球では、この質量の暴力がブロックの成功率を劇的に高めてくれる。報告書でもマニカ・バトラ選手のようなトップ層があえて軽量ではないラケットを選んでいる理由をここに求めているよ。筋力トレーニングをしてでも重いラケットを使う価値があるというのが現代の異質型の新常識なんだ。そして3つ目の真実、これがまた不思議なんです。スポンジ圧のパラドックス。普通コントロールを良くするならスポンジは薄くですよね。ところが最新の摩擦レスアンチの世界では 2.0 ミリ以上の厚いスポンジの方がむしろ強打を短く止めやすいという現象が起きている。薄い方が弾まなくて止まりそうなのに逆なんだ。厚い方が弾むんじゃないんですか？ここが物理の面白いところだね。薄いスポンジだと相手の強打を受けた時にスポンジが完全に潰れきってしまう底付きが起きて、
ラケットの木材の反発がダイレクトにボールに伝わってしまうんだ。そうなると制御不能な飛び出し方をしちゃう。ああ、じゃあ厚いスポンジの方が衝撃を吸収するふかふかのクッションとして最後まで機能してくれるってことか。正解。特にパワー吸収型のスポンジは厚ければ厚いほどボールのエネルギーを熱に変換する容量が増える。報告書の出典15でも 1.2 ミリより 2.5 ミリの方が 1.5 倍以上の衝撃吸収率を示すデータがある。初心者がとりあえず薄いのと選んで自滅するケースが多いから、このパラドックスは絶対に覚えておきたいね。次は土台となるラケットの構造についてじっくり見ていきましょう。やはり基本は木材合板からですよね。5枚合板と7枚合板。異質型にとってはどんな違いがあるんでしょうか。5枚合板はしなりが大きく、ボールをつかむ感覚、つまりホールド感が強い。これは粒高のカットマンやアンチで安定したレシーブを重視する選手に向けている。木材が振動を適度に逃がしてくれるからタッチがマイルドになるんだ。一方で最近主流の7枚合板やさらに厚い合板になるとどう変わりますか。剛性が一気に高まり球離れが速くなる。粒高でのプッシュ攻撃やアンチでの鋭いナックル攻撃に威力を出したい場合に最適だね。報告書ではヒノキ単板にも触れているけど、これはさらに特殊だ。ヒノキ単板って吸い付くような打球感なのに弾む独特な素材ですよね。そう。変化幅よりも一発の威力を求めるペン粒型には愛好者が多いけど、厚みがある分、操作にはかなりの熟練が必要だ。木材の積層枚数や厚さ一つで、上に貼ったラバーの性格が180度変わってしまう。これが卓球の面白いところであり、同時に恐ろしいところでもあるんだ。自分の感覚が木材のしなりを必要としているのか、それとも板の厚みを必要としているのか、そこを明確にすることが迷走しない用具選びのコツだよ。最近は異質プレイヤーでも迷わずカーボンラケットを手に取る人が増えました。でも、インナーとアウター、どちらが異質に向いているのか永遠のテーマですよね。結論から言えば目指すスタイルによって明確に分かれる。アウターカーボンは表面のすぐ下に硬い素材があるから、さっき話したスピン反転を最大化したいアンチ使いや攻撃重視の粒高使いに向いている。球離れが速いからラバーの表面でボールをスリップさせやすいんだ。変化で点を取りたいならアウターということですね。ではインナーカーボンはどうですか。芯材の周りにカーボンを配置することで木材の止める感覚を残しつつ、フォアでの攻撃力を底上げできるのが最大のメリットだね。守備の安定感を捨てたくないけれど、チャンスはフォアの裏ソフトでしっかり決めたいという現代的な攻守型にとって理想的な選択肢になる。ビクタスの技術研究室の資料でも、インナーカーボンの衝撃減衰特性が異質ラバー特有の扱いにくさを緩和すると分析されていましたね。そう。特殊素材は単に弾みを増すためだけにあるんじゃない。ラケットのスイートスポットを広げ、異質ラバーが持つ気まぐれな挙動を制御可能な範囲に収めるための安定装置としても機能しているんだ。自分の技術不足を素材で補うという考え方も立派な戦略だよ。特殊素材の中でもバタフライのアリレートカーボンやザイロンカーボンの相性はどうでしょうか。これらも異質型にとって強力な武器になりますか。非常になるね。これらの素材の最大の特徴は振動減衰能の高さだ。異質ラバーは構造上打球時に不快な振動が発生しやすいんだけど、特殊素材はそれを素早く吸収してくれる。手に伝わる感覚がクリアになるから次のプレーへの反応速度が上がるんだ。報告書の出典20によれば、インドのマニク・バトラ選手もティモボル ALC を使っていますよね。世界ランク上位の彼女が選んでいるというのは説得力があります。彼女のような変幻自在のブロックと強烈なフォア攻撃を両立させるには、素材の持つ広くて安定したスイートスポットが不可欠なんだろう。ALC はしなやかさと弾みのバランスがいいから、ブロックを安定させず、自分からも打ちたい選手に好まれる。逆に ZLC はもっと硬くて弾むイメージがありますが、そうだね。ZLC はより反発が強いから、アンチのスピン反転を極限まで高めたい。あるいは前陣で超高速のピッチで戦いたい特化型の選手に向いている。素材それぞれの振動の消し方が、そのまま打球感の好みやブロックの精度に直結するんだ。自分の手の感覚を信じて選ぶのが一番だね。次はちょっとマニアックなバルサ材のラケットについて。ドクターのイバウアーの製品やヨーロッパ系のラケットによく使われますよね。見た目がすごく厚くて驚きますけど、実はめちゃくちゃ軽いんですよね。
そう、バルサは非常に密度の低い木材で、内部に多くの空気を含んでいるんだ。これが独特の非線形な反発特性を生む。弱い衝撃、つまりブロックの時は空気がクッションになって衝撃を吸収し、強い打撃の時は板の厚みが反発力を生むんだよ。粒高 OX で相手の強打を魔法のようにネット材に短く止める秘密はこれですか？その通り。軽量ながらバックに重い異質ラバー、フォアに厚い裏ソフトを貼っても総重量を 150g 以下に抑えることだってできる。操作性を極限まで高めたい選手には夢のような素材だね。ただ、ラケット自体が10ミリ近い厚さになることもありますよね。使いにくさはないんですか？あるよ。特にフォアの裏ソフトでのドライブは独特のポコポコした打球感になり、回転をかける感覚がつかみにくいという意見も多い。バックの変化性能に全てをかけるのか、それとも両ハンドのバランスを取るか。バルサは非常に尖った選択肢であり、使い手を選ぶじゃじゃ馬な素材と言えるね。ここで視聴者さんからの質問にお答えしましょう。摩擦レスアンチや粒高 OX で自分から攻撃するのは物理的に無理なんじゃないですか？という疑問です。確かに自分から回転をかけられないから難しそうに見えます。結論から言うと可能だし、現代卓球では勝つために必須のスキルだね。昔のアンチはただ滑るだけだったけど、最新の ABS2 Pro などは攻撃の汎用性を高める新しいスポンジが採用されている。下回転をすくい上げるリフトやナックルを叩き込むプッシュ攻撃は非常に強力だよ。裏ソフトみたいにこすってかけるのは無理でもミート打ちならいけるということですね。そう。動画サイトでもルカ・ムラデノビッチ選手がアンチとは思えない鋭いバックハンドを放っているのを見たことがあるだろう。あの打法はボールをこするのではなく運ぶ、あるいは押しつぶす感覚なんだ。用具の進化によって異質は相手のミスを待つだけの道具から自ら崩してフォアで決めるための準備、あるいは直接得点する武器へと進化しているんですね。その通り。むしろ自分から攻撃を見せることで相手は待つことができなくなり、本来の変化ブロックもより効くようになる。攻撃は最大の防御というのは異質の世界でも真理なんだ。続いての質問。粒高の縦目がなぜドライブに対して安定するのかというお話、もう少し詳しくメカニズムを解説してください。良い質問だ。粒が縦に並んでいるということは、上回転のボールが衝突した際、粒が左右にバラバラに逃げるのを防ぎ、縦の列としてボールを受け止める形になるんだ。これが面の安定感につながる。列で支えることでボールが右や左に飛んでいくのを防いでくれるんですね。それに加えて、縦目の方が粒と粒の間の溝が回転の方向に沿っているため、回転を適度に逃がしながら低い軌道に収めることができるんだ。横目だと回転に対して粒が正面から立ちふさがる形になるから、どうしてもボールが上に跳ね上がってしまいがちなんだよ。だから強いドライブをブロックしてもオーバーミスしにくくて、低い軌道で相手のコートに収まると、その通り、逆に横目は回転をしっかり受け止めるから、自ら切るカットやつっつきの変化を出すのに向いている。物理的な特性がそのまま、縦イコールカウンター型、横イコール変化カット型という適性を生んでいるんだ。これを理解してラバーを選べば、自分の目指すプレースタイルへ最短距離で近づけるよ。いよいよ終盤です。これまでの理論を踏まえて、具体的な用具の組み合わせを提案していきましょう。まずは前陣異質変化ブロック型の理想形、憧れのマニカ・バトラ選手の構成です。彼女のスタイルを支えるのは、バックのグラス D-TEX の OX、フォアのリグニクス 09C、そしてラケットのティモボル ALC だ。こうして見るとかなり攻撃的なセッティングですよね。粒高 OX なのに、ラケットは世界一売れている攻撃用カーボン。そこがポイントだ。アウターカーボンの硬さがグラスの粒倒れとスリップを最大限に引き出し、強烈なスピン反転を生む。そして相手が翻弄されて甘い球を送ってきたら、フォアの粘着ハイブリッドラバーで確実に仕留めるんだ。報告書の分析でも、この極端な変化と世界クラスの攻撃力の融合が、現代卓球における異質型の完成形の一つだね。守るために異質を使うのではなく、フォアで決めるためにバックで壊す。この攻撃的なマインドセットこそが彼女を世界トップレベルに押し上げている理由なんだろうね。単に真似をするだけでなく、この攻めるための異質という思想をぜひ取り入れてほしいな。次は、アンチを極めたい人への提案です。摩擦レスアンチ主戦型の理想形、ルカ・ムラデノビッチ選手のセッティングを参考にしてみましょう。アンチラバーは最新の ABS2 Pro やさらにスピン反転に特化したモデル。これに専用設計のマタドールテキサカーボンのような非常に硬いラケットを合わせるのが王道だね。
アンチの表面でボールを滑らせるスリップ現象を最大化するためのセッティングだ。報告書にはもう一つ、日本的な質量の暴力スタイルも紹介されていましたね。ああ、超重量ラケットの合力に、バックは定番のカール P1V、フォアに V22 ダブルエクストラのようなハイテンションを張るスタイルだね。100g 超の質量で相手のドライブを無効化し、こちらからは重いナックルを送り込む。どちらのスタイルも軽さや柔らかさというこれまでの常識を捨てて、物理的な硬さや重さを味方にしていますね。その通り、2025年の異質型はもはや弱者の戦術ではない。物理の法則を味方につけ、パワー対パワーの真っ向勝負の中で変化という不確定要素を叩きつける強者の戦略へと進化しているんだ。本当に濃い内容であっという間でした。ケンジさん、最後にこれからの異質用具選びのトレンドをまとめていただけますか？わかった。ポイントは3つ。1つ目は、粒高はカタログの変化という言葉だけなく、配列とアスペクト比を自分の戦術に合わせて物理的に選択すること。2つ目は、アンチや変化系粒高なら、ラケットは必ず硬いものを選び、スピン反転効率を最大化すること。そして3つ目は、ラケットを守備用という古い枠に縛り付けず、質量と合成を最大の武器にするということですね。その通り。軽量バルサで操作性を取るか、高反発カーボンで変化を取るか、あるいは重量級木材で判定を取るか、選択肢は広がっている。報告書の最後にある通り、フォア面の最新ラバー、例えば強力なジェネクション V2C などとの共生も不可欠だね。バックの変化で相手のタイミングを狂わせ、フォアの最新技術で打ち抜く。物理的な理論を知れば、今まで勝てなかった相手への対策も、そして自分に足りなかったピースも見えてくる気がします。ケンジさん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ。この対談を聞いてくれた皆さんが自分だけの最強の組み合わせを見つけてくれることを願っているよ。卓球は物理だ。それを楽しもう。